連携住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。最近ですね、よくお寺の方に本当にもう特に休みの日なんかはもうたくさんの方がご参拝くださいまして、でたまに私が出かける時とか帰ってきた時にたまに参拝の方とお会いするんですけども、その時によくちょっと怪談話があるんですけど聞いてくださいって言っていただくんですが、なかなか私が最近本当に分刻みというと大げさですけれども忙しくしてまして、お話をちょっとお聞きする時間がないので、できればじゃあ後日お手紙でいただけますかって言ってその日終わることがよくあるんですけれども、このお話はですね、そんな風にして参拝に来られたある男性の方とですね、ちょうど私が行き交った時にもしちょっとお時間ないと思いますんで、後日ちょっとお手紙出しますねって言ってくださって、後日お手紙をいただきまして、なかなかこれも一日にたくさんお手紙、いただきますので、返信っていうのは今、できてない状態なんですけれども、この男性がもしよかったら読んでですね、よかったら YouTube でもお話しくださいって言っていただいてたので、ちょっと本日そのお話をさせていただきます。この男性の方ですね、ある時ちょっと居酒屋に、食事をしに行かれたそうなんですけれども、居酒屋でずっとお酒を飲みながら食事をしてると、近くのテーブルのある男性が「いや本当信じてよ」みたいな話をされてたそうなんですね。でなんか不思議な話でもされてるのかなと思ってちょっと耳を傾けると、どうやらそのテーブルでいわゆる小さいおじさんというよく目撃例があるんですけれども、小さな人によっては10センチぐらいだったとか、いやいや30センチぐらいあったとかっていう話を私もいろいろ聞くんですけれども、いわゆる小さいおじさんを見た見てないっていうのをそのテーブルでお話しされたそうなんですね。でちょっとそれで聞いてると、どうやらある男性が「いやうちでこの小さいおじさんを捕まえた」で今ちょうど大きな虫かごを買ってきて、その中でその小さいおじさんが暮らしてるんだというような話をされてるそうなんです。で他のお客さんも「いやそんなわけないだろ、それならもう大ニュースになってるよ」みたいな話をそのテーブルで盛り上がってて、でこの男性が言われるには、この小さいおじさんと普段日常でいろいろ話をしてるっていうんですね。でそんな中で「これ君のことちょっとテレビで紹介したりしたらあかんかな」って言ったら「いやもうそれはやめて、それなら出ていく」みたいなことをこの小さいおじさんが言うので、あまり世に発表できないんだと、こういう話をされてたそうなんです。でそれをちょっと聞きながら、この男性も面白そうだなと思って「すいませんちょっと僕も話に寄してもらっていいですか」行かれたそうなんですね。でお話をよくよく聞くと、ある時家の中でさっと人影のような、小さい人影のようなものを見た。で、そこにちょっとですね、網を張ると言いますか、小さいおじさんを捕獲するためのちょっと自分の装置を作ると、数日後そこに引っかかってたっていうんですね。でそれ以来そのおじさんと話し合って、うちの大きな虫かごを買うからそこで暮らさないかという約束をして、今実は家の虫かごの中にそのおじさんを暮らしてるんだと、こんな話をされたそうなんです。でもいくらなんでもそれ嘘でしょ。もしかしたら見間違いか何かじゃないんですか。あるいは今お酒飲んでるから酔っ払って気が大きくなって嘘の話されてるんじゃないですか。何度も確認されたそうなんですけれども、いやいやいや本当に家にいる。で自分だけじゃなくって奥さんと娘さんも一緒にお暮らしなんだそうなんですけども、このお二人もよくこの小さいおじさんと喋ってる。自分だけの幻覚ではないんだ。そんな話をされるそうなんですね。でそうですか。じゃあ奥さんも娘さんも見られるということは、霊感があるとか特殊な能力がなくても見えるんですねって言ったら、いやそりゃそうでしょ。だからご飯も自分で与えていろんなものをあげてますから、おじさん食べてるから、そのかじった後なんかもうちに来てくれたらあるよ。そんな話されるんで、この男性じゃあ分かりました、もしよかったら私そこへ行ってその小さいおじさんを見せてくださいよという話をすると、おじさんがそうやね、見るだけで写真を撮るとか動画に収めるとかそんなことがなかったら多分おじさん大丈夫だと思うけどみたいな話をされるそうなんですね。でじゃあ後日私ついて行っていいですかって言うと、実はこの小さいおじさんには一日の周期がある。であまりお
おじさん、小さいおじさんが寝てる時に、横でごちゃごちゃしてるとだんだん弱るらしいんですよ。だからこのおじさんが起きたタイミングで来てほしい。で、大体この小さいおじさんが起きる時間っていうのが、深夜の12時だと、その男性がおっしゃるんですね。で、ああ、そうですか、わかりました。じゃあ、深夜の12時、ちょっと遅い時間ですけれども、私行っていいですか言うと、あ、わかりました。じゃあ、来てくださいって言って、メモにさらさらと住所と番地を書いてくださったそうなんです。で、そのメモもそのまま、書き写したものがお手紙に入ってたんですけれども、そのメモをもらって、その男性、数日後、約束した日に行かれるんですね。夜中の12時に。ピンポーンと押して、すいません。小さいおじさん見に来たんですけど、言うと、ガラガラっと戸が開いて、近所の人に見つかったら大騒ぎになるから、もうそんなことしたらおじさん出て行ってしまうから、あなただけに見せるんやから、大きな声出さないでって言われたら、あ、すいません。で、そう言って、その男性、あげていただいたそうなんです。そうすると、こっちこっち、キッチンに通されたそうなんですが、キッチンのところに大きな虫かごが置いてあるそうなんですね。で、こんな大きな虫かごって売ってるんですねって言うと、なんか、特別に、探して取り寄せたんだって話だったそうなんですけれども、その虫かごの中にいろいろなものが置いてあったそうです。小さな、テーブルらしきものとか、おそらくその小さなおじさんが寝ているであろう小さなお布団のようなものがあったりして、ここにその小さなおじさんが帰ってくるんですか？今どっか行かれてるんですか？この男性にはそこには見えないわけですね。そうすると、この小さいおじさんを捕獲した男性が、いやいや、今ほら、起きて今ベッドに腰掛けてるこれが小さいおじさんですよ。そうおっしゃるそうなんですけれど、この男性には全く見えないそうなんです。いやいや、これただの虫かごでなんかいろんなもの置いてあるけど、漢字の小さいおじさんいないじゃないですかって言ったら、あなたには見えないんですか？やたら驚かれそうなんですね。で、驚かれるんですけども、いや、あなたにしか見えてない。これもしかしてやっぱり嘘か。残念だな。ここまでせっかく足運んだのに、この人嘘をついてたんだなと思ったら、このおじさんが、いや、もしかしてあなた私のこと疑ってます？あなたには見えないかもしれませんけど、うちの家族も全員見えるんですよ。ちょっと待ってくださいね。深夜の12時、もしかすると寝てられる時間かもしれませんけど、おーい、奥さんと娘さんを呼ばれるんですね。ちょっとこっち来て。で、ちょっと、かなちゃんも、どうやら娘さんのお名前なんでしょうね。かなちゃんもちょっとこっち来て。この男性には、このおじさんが見えないそう。どう思う？いや、見えるよな。そう、このおじさんが言うと、ほら、やっぱり見えるって言ってるじゃないですかって、ずーっと独り言言われるそうなんです。奥さんも娘さんもこの男性に見えてないんですね。で、いや、奥さんも娘さんもおられないじゃないですかって言ったら、私の家族も見えないんですかって言われて、これは担がれたなと思って、その男性、もういいですと。もう分かりました。で、ちょっと怖くもなったんで、もうこれで帰りますって言って帰ろうとしたら、その男性が、いやいや、ちょっと、でも、うちの家族ぐらいは見えるでしょってまたしつこく言うそうなんですけれども、そこには誰もおられないんですね。で、もう分かりました。もういいです。そのまま男性は帰ったそうなんです。帰ってしばらくすると、この男性ちょっと怖くなってきたんですね。おじさん、家族呼んだり、あれがどうも劇には見えない。で、これ仮に劇だとして、自分を騙してたとしても、何のメリットもその男性にはないわけですよね。もしかすると自分が見たのはお化けだったかもしれない。怖くなって、このお手紙、現金書き留めてきたんですけれども、そこにお布施と、お手紙が入ってて、最後にですね、このお金はご祈祷してください。いうふうに、そのお布施ですというふうに書かれてて、どうやらこの男性怖くなって、ぜひ、ご祈祷してほしいというようなお話で、もしかするとその家族自体も霊だったんじゃないかというようなオチが、そのお手紙、いただいた手紙の最後に書かれてたんですね。で、なるほどなと思って、パッと住所を見ますと、その方は現金書き留めですから、住所があるわけですけれども、比較的お寺から近いところだったんですね。このお手紙くださった方が。そうか、あの方この近くに住んでられるのかと思って、少し気になってこの住所調べたんです。そうしますとね、その住所自体が存在しないんですね。で、あれ
と思って、一応でもお布施もいただいてますから、ご祈祷もさせていただいて、その後ですね、この男性が行かれた小さいおじさんを捕まえたという、この男性のお宅に、一応ちょっと外からでもいいから見てみようと思って、お手紙に書いてある住所へ行ったんです。そうしますとね、そこ空き地だったんですよ。実際、この経験をされてお手紙をくださった男性は、もしかすると、この配信も見てくださってるとは思うんですけれども、住所が全く違って、存在しない住所からその現金書き留めが届いてますし、で、この方がお手紙の中に書かれてたその小さいおじさんの住所のところにも、空き地で、実際家は建っておりませんでした。もしよかったらですね、この方、またご連絡いただければ、ちゃんと私、この男性と行き交ってますんで、お顔とかなんとか全部覚えてますので、もしよかったらまた再度ご連絡いただきたいなと、そんな話でございました。世の中によく小さいおじさんという話がありますけれども、これ一体何でしょうね。本当に存在するのか、単なる目の錯覚なのか。私これお経を紐解きますと、もしかするとこれじゃないかなと思うのがあるんです。何かって言いますと、餓鬼ですね。餓鬼界に暮らす餓鬼と呼ばれる人たちっていうのはお経の中に出てくるんです。だいたい身長が10センチから30センチというふうにお経の中にも出てきます。背の高いものでも30センチ。ですから、お寺はそれら餓鬼が勝手に入ってきて物を荒らさないようにというので、敷居を高く作るんですね。よくお寺の敷居は高いって言いますけど、実はあれ、餓鬼が、地味猛量が入ってこれないように高くしてるんです。で、あそこの上を、敷居を踏むと、どんどん目減りしますから、敷居を踏んではいけないっていうのは、一つの結界のようなもんなんですね。でも実際に、この餓鬼界の人たちが、帰ってくるのがあるんです。それがお盆と呼ばれる時期ですね。この時期には、釜が開いて、餓鬼界からたくさんの人たちが、この世に戻ってくる。もしかすると、この小さいおじさんを目撃された方々っていうのは、この餓鬼界に戻るのを失敗した方、あるいはこの世で、残ったまま餓鬼道に落ちた、そんな人たちがもしかすると小さな姿になって、この世に存在するのかもしれませんね。で、このお話の中にも出てくるんですけれども、餌をやってる。ご飯をあげてるって話が出てきますけれども、このご飯をこんなものをあげた、こんなものをあげたって列挙されてたのが桃であったり、スイカであったり、水であったりっていう風なずっと出てくるんですが、比較的甘いものを好んで、どうやら小さいおじさんは食べると、今度居酒屋の会話の中で、その男性聞いたそうなんですけども、これもですね、面白いことに、お経の中にもそんな風に甘いもの、甘味なもの、あるいは水であるだとか飲み物ですね。そういったものを餓鬼は好むという風に書かれているので、これあながち嘘ではないなという風に思った話でございます。皆さんの中でももし見かけられたら甘いものをぜひ、差し上げていただければ、餓鬼の供養になるかなという風に思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。